はい、どうもこんにちは。本日も北陸は良いお天気です。はい、もうこんな感じ。今小雨降ってます。はい、天気予報を見てもね、今年いっぱいというか年明けても晴れないです。はい、こんな感じです。一切晴れない北陸って感じ。ちょうど1年前ね、めちゃくちゃ大雪降ったんですよ。福井、北陸というか北信越ですかね、新潟も含めてもう災害級で降りましたよね。私もね、もう本当に 2,3 日ぐらいは家の中にいました。で数年前にもめちゃくちゃ降ったんですよ。でその翌年はね、びっくりするぐらい降らなかったんですよ。なので今年も降らないかなと思ったんですけど、どうやらね、めっちゃ降るみたい。結構日本海側中心になんですけど、多分関東の方もね降ると思うんですよね。でちょっとね今明るいんですけど、数時間後にはね、雪降るわ雨降るわ、なんかとんでもない天気になりそうです。すでに降ってるんですけどね。でこの福井もね、明日にはとか今日の夜には、大雪降るっぽいんで、警報っていうか、お知らせがね流れてきてるんですよね。備えよと。で多分全国的に降ると思うので、今日はですね、1年前のね大雪降った時にもそうですし、この雪が降った時にあると嬉しいものとか、備えておくと良いものっていうのをね、私視点でねご紹介したいなと思います。で、一通りね車の中に積みました。こんな感じですね。地域によってまた雪質が違うと必要なものとか変わってくるし、そもそも関東とかそっち側はね、降ってもあんまり積もらないと思うので、度合い別でね紹介していこうかなと思います。あと車関連はねまた別物になるんで、それもね分けて、主に初級編というか軽度と重度、あと車編っていう感じで分けて紹介できればなと思います。そんなに量は多くないんで行きましょうか。はい、まず軽度の雪ですね。雪国の人にとっては日常レベル、雪が降らない地域の人に関しては、雪降ってきたなぐらいのレベルの時にあるといいかなってやつですね。まずはね、カップ麺ね、非常食的なところもあるんですけど、最近だとねいろんな種類あるんでね、もちもちラーメンとかちゃんぽんとか、せっかくならね美味しいものを選びたいと思うので、いろんな種類で楽しみながらねできればなと思います。災害級とかガチやばいってなったらね、すぐなくなっちゃうんで、なんか雪降るかなっていう時にちょい買い足しすればねいいのかなとは思います。個人的な趣味もあるんですけど、これあるといいですね。もちろんねカップ麺じゃなくても袋の、ラーメンでもいいし、別にこの辺はいいのかなというところですね。乾燥した日持ちするやつ置いとけばいいかなと思います。そしてね、ちょっとこれキャンプ用のやつ持ってきちゃったんですけど、手袋ですね。別に防寒具です。これは別に雪降る降らない関係ないですけど、除雪とかで作業するときにね、さすがに手袋ないと厳しいっす。無理で、その時にカイロあるとさらによしということで、カイロはねいろんなシーンで使いますし、仮に停電とかになった時でもね熱を発するものということであると便利です。バッテリー関連はね、もしもの時のために充電はしておきましょう。で、エアコンだけっていう方も多いと思うんですけど、うちはね石油ストーブとかもあるので、灯油はね満帆にしてます。先ほどガソリンスタンドで入れてきました。ホームセンターにも灯油だったらあると思うのでね、結構ギリギリになるとめちゃくちゃ人並ぶんですよ。実際ね、福井もね今ガソリンスタンド結構お客さん多いっす。早めのうちに入れておきましょう。そんでね、雪降る地域の人だったら大体持ってるんですけど、スコップっす。これね家の前とかちょっとした場所をねサクッとやるのにね、やっぱ雪かきには雪用のスコップが必要。普通のね園芸用のやつだったらね全然かけないから。関東の場合もといっても年に積もるのって年に1回あるかないかぐらいだと思うんでね、買う必要まではないと思うんですけど、これがね軽度の場合ですね。知ってるわっていう場合が多いと思うんですけど、念のためね。あとそうだ、長靴。普通の靴だとねびっしゃびしゃになるんで、雪が降ったら長靴です。そして10度ですね。去年の大雪の時とかあると便利だったやつとか、去年はならなかったんですけど、もしもの時の備えっていうことで紹介します。まずね、去年あってめちゃくちゃ助かったやつがあります。これ知ってますか？これはねママさんダンプって呼ばれるやつです。もう雪があったらね、こう突っ込んでそのままスーッと持っていけるやつ。スコップも便利なんですけど、膝というかくるぶしぐらいまで、雪が来るとね、これだとねやっぱ面積が違うし、ほら深さもね全然違うんですよ。なのでこの除雪能力がね全然違う。スコップだとどうしてもこう中腰になってやるんでね、すぐ腰が痛くなるんですよ。はい、
ちょっとの作業であれば全然いいんですけど、ある程度くるぶしより上まで来たらママさんダンプの方がね断然楽だし、作業効率がバリバリいいです。2倍とか3倍とかそれぐらいのレベルじゃないです。大雪降った時にねママさんダンプ持ってる人がいればね結構勇者、それぐらいの勢いっすわ。まあけど雪国の人はね持ってる家庭がね多いんですけど、去年の大雪降った時にはね、すぐ売り切れてた。で去年はですね大雪降って車も人もほぼ出れなかったんですよ。ただまあ電気とか水はねライフラインとして普通に生きてはいたので、そんな困りはしませんでした。 2,3 日ね外全然出れんわっていう日が続きました。十分困るんですけどね。ただまあそのライフラインすらも大雪で電線切れちゃったりとかなんかあるんですよ。そういう時にはねポータブル電源はあるといいかなって感じですね。これね別に大雪に限ったことじゃないんですけど、ライフラインの電気がなくなった時にポータブル電源はあると素晴らしい。もちろんねこれの充電自体も忘れずに。あとはこちらですね、カセットガス。もしかしたらガスだったりとか、電気が使えなくてこう火を起こせないっていう時がある可能性があるので、そういう時のためにねカセットガスあると助かります。そもそもそのライフラインが途切れるのって結構ねやばいやつだと思うんで、その頃にはねもうこのレベルじゃなくなってくるかもしれないんですけど、その場しのぎであったとしてもあると嬉しいですよ。はい、これがね車以外での、雪が降った時にあるといいものですね。もちろんね場所によってとか今回やった中でも漏れてるやつあるかもしれないので、あったら便利だなと思うやつあったらねぜひコメント欄にお願いします。でこっからはね車持ってる人編ですね。やっぱね車は田舎ではもう足ですからね大事。まずこちらですね、スタッドレスにはもうしてますよね。スタッドレスは必須です。さらに雪国の人はチェーンとかがあるとなおよしですね。ただですね去年ぐらいの雪まで降るとスタッドレス履いてるだけでは意味ないです。全然走れなかったです。結局雪が積もりすぎちゃってスタッドレスでも雪を噛んでうまく走れないんですよね。めちゃめちゃハンドル取られるし、チェーン履いてても怪しかったですね去年に関しては。なのでスタッドレス履いたとしても万能じゃないので、その辺ね気をつけてください。あと雪が降った後とか雨の日の時とかもその凍結ですね、めちゃくちゃ気をつけてください。雪降ってる降ってない限らず深夜とか早朝は凍結の可能性がね結構あるんで、特に長距離移動する時とかはね私は昼間を選んで移動してます。はい、あとはね車載しておくといいものとしてこれですね、雪下ろし棒とかスノーブラシとか言われてるやつです。雪降るとね雪乗っかっちゃうんで、その時にね手でやってるとめちゃくちゃ大変なんですよ。あと屋根とかなのでこの辺でザーッと下ろします。水切りの部分と、普通にそのスポンジの部分があるんで、好きな方で雪下ろしてください。これねだいたい皆さん車載してます。はい、そんでスコップもねあると便利です。雪積もった時に結構高い位置にあると出れないんで、この車が少し動く分だけねスコップで雪かきしたりします。で雪限らずに冬あるといいのがジャンプスターターですね。こちらケーブルあればいいやんけっていう人もいるんですけど、このジャンプスターター持ってた方が便利です。こういうやつですね。もう本当にこれつないでバッテリーつないでポンでバッテリー上がりを復旧できます。特に大雪降って車出せなくなると何日かね同じ状態で極寒の中車置いておくことになるので、バッテリー上がりのね可能性が高くなりますし、周りの車もバッテリー上がりしてる可能性があったりするんで、そういう時のためにねあると便利。ケーブルだと車近づけないといけなくて、大雪で車動かせない時にね出すこともあんまりないんですけど、ジャンプスターターであればこれ1個持ってけばねパパッとできるんであると便利ですし、そんなに高くはないので物にもよるんですけど1万以下で買えたりもするのであると便利です。とこんな感じでございました。いかがだったでしょうか。実際ねこれ以外にも必要なものとかあったら嬉しいものってあると思うので、多分ね住んでる地域によってねまた違ってくると思うんですよね。そういったところはねぜひコメント欄でも教えてください。北陸はね明日からずっと降ってるんで何かしらがいい感じで乗り切りたいなと思います。皆さんもね充電とかはすぐできると思いますし、カップ麺とかなんか食料とかはね、事前にあるといいのかなというところで備えだけねやっておきましょう。あとはね大雪降ってる時にはね路面がね凍結しやすいので、雪降る降らないに限らずね早朝深夜歩く人も車運転する人も、気をつけましょう。なんだかんだね一番怖いのはね凍結なんで、つい先日もね災害に強いキャンピングカーエクスペディションイーグルねご紹介させていただいたんですけど、この近年ねすごい天候が極端に動いたりするので、もしもの備えというところでいろんな方法も模索してみるのも今後はいいのかなというところでございます。
キャンピングカーは究極兵器なんですけど、参考までにね概要欄載せとくので、ぜひ見てみてください。もう災害時の究極兵器です。除雪車とか除雪機があるといいとかあるんですけど、決められたお金だったりとか用途っていうのがあったりするんで、私としてはね、現状これが限界というわけで、皆さんも大雪だったりとかその寒さの凍結対策ということで、うっかり怪我したりとかならないように気をつけていきましょう。というわけで、大雪から1年経ってまた大雪が降りそうということで、雪が降った時とか寒い時にあると便利なもの、良かったものを紹介させていただきました。以上です。はい、それじゃあまた。